こんにちは。武器屋の店主のフランです。今回の動画から字幕がついております。各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。今日も武器について学ぶとするか。ゆうちゃんもかなり学んできたわね。やばいな。これ以上学んで賢くなったら、賢者になってしまうかもしれん。そんなことないでしょ？ゆうちゃんのステータスを見ると、まだまだこれからよ。そうかな。運しかないわよ。運しか育たん。っていうか、そもそも運ってどうやって訓練すれば育つの？さて、今日はマザー C96 を紹介していきます。ボルトアクション界のレジェンド、マウザー社の拳銃ですか。そうね。マウザーは、ドイツの有名な重火器メーカーです。特に、ボルトアクションライフルの完成度が高く、その技術は世界で模倣されて世界基準となります。そんなマウザーが1896年に発売したセミオート拳銃が C96 です。ちょっと変な形をしているね。他のメーカーのセミオートに比べると独特の形をしています。グリップがほうきの持ち手みたいなので、ブルームハンドルという愛称もあるのです。マウザーのライフルは無双しまくったし、このハンドガンも無双したのかな？そうですね。でも、マウザー C96 はドイツ軍の正式装備にはなりませんでした。そうなの？20世紀初頭には 9mm パラベラムを使ったルガーがドイツ軍の正式装備となりました。でも、このマウザー C96 はドイツ軍の発注を受けて戦いに使用されたこともあります。そうなんだね。マウザー C96 は軍用銃の競争には敗れますが、ビジネスとしては成功します。民間で売れたのと外国にたくさん出荷されました。正式装備にならなくても数は売れたんだね。100万丁以上が製造されたヒットモデルです。C96 は非常に人気のあるハンドガンで世界中にコレクターがおり、映画などにも数多く登場しています。スター・ウォーズではブラスターのモデルにもなっていますね。スター・ウォーズにも登場していたのか。まずは C96 の歴史、開発の経緯について解説していきます。先にマウザー社について簡単に説明しておきます。マウザー社はドイツ人のマウザー兄弟が作った会社です。主に弟のポール・マウザーという人が技術を担当し、銃の設計を行っています。ボルトアクションで成功したんだよね。そうね。1871年に作ったライフルが認められ、ドイツの正式装備となります。マウザーのボルトアクションは非常に完成度が高く、世界各国で認められて輸入されています。アメリカ軍も19世紀の末にマウザーに大金を払ってボルトアクションを仕入れたくらいです。ポール・マウザーのボルトアクションは武装したんだね。スペインではマウザーに国家勲章を贈るくらい認めていました。マウザーのゲベア98というライフルは20世紀の全てのボルトアクションのお手本となったのです。ポール・マウザーはボルトアクション界のレジェンドなんだ。マウザーの詳しい歴史はゲベア71の動画でしているので、興味のある人はそちらをご覧ください。それで、そんな名銃を生んだマウザーは、ライフルだけでなくハンドガンに乗り出したと。そういうことね。ところで、C96 の C って何？他の銃は大体 M だけど、M じゃダメなん？ M でも問題ないと思うんですけどね。C は、コンストラクションのことで、工事、組み立て、構造という意味があります。なんでコンストラクションなのかはわかりません。謎か。C96 は、マウザー社が作った最初のセミオート拳銃です。これよりも前のハンドガンとしては、リボルバーを作っていました。マウザーにもリボルバーがあったんだね。マウザー C78、ジグザグと呼ばれるリボルバーです。シリンダーにジグザグの溝が彫ってあるので、ジグザグと呼ばれました。こんなのを作っていたのか。ちなみにこの C78、日本ではちょっとした事件になりました。3D プリンターで銃が製造されて逮捕者が出たことがあります。その時に作られた銃は、このマウザーのリボルバーと同じ仕組みでシリンダーが回転するものでした。そうだったのか。この C78 は創業者のポール・マウザーが設計して作ったものです。しかし、セミオートの C96 は、ポール・マウザーが作ったものではありません。そうなの？マウザー社の社員だったフィーダル3兄弟という人たちが設計しました。ポール・マウザー本人は、ハンドガンの設計にあまり熱心ではなかったという話もあるようです。C96 は、ポールのダメ出しを何度も食らいながら、販売にこぎつけることとなります。ポール・マウザーは、生粋の技術者だから、絶対にうるさそう。そうね。
多分、相当うるさかったことが想像されます。最終的に、ポールの許可が下りて、マウザーの名を冠する、マウザー C96 が完成します。この C96、当初は、ドイツ軍への導入を目指していましたが、叶いませんでした。なぜなんだ？ドイツの科学力を結集したマウザーだというのに。何も、マウザーだけがドイツの科学力ではなかったのよ。後に正式となるルガー、そして現役の正式装備だったのがライヒスリボルバーという銃でした。これらはどちらもドイツの科学が生んだ拳銃です。そんなリボルバーがあったのか。ライヒスリボルバーは1879年から1908年までドイツ軍の正式装備でした。1908年にルガー P08 が登場するまでメインのサイドアームだったわね。なるほど。そうなると、マウザー C96 は、そのライヒスリボルバーと入れ替える必要はない。そう判断されたってことか。そうなりますね。なんで軍で採用されなかったのか？調べてみましたが、詳しい経緯は、ちょっとよくわからないですね。悩んでいるうちに、ルガーが登場してしまった、そういう感じなのかもしれません。C96 は、性能的には問題ないの？性能はかなり高いと思います。スペックや特徴を見てみましょう。C96 は、他の拳銃とはちょっと毛色が違う、画期的なシステムを取り入れた銃です。まず、攻撃力から見ていきましょう。攻撃力はかなり高いです。そうなの？ C96 は30口径ですが、非常に強力なカートリッジが使用されています。7.63 マーザー、または30マーザーオートマチックという名前の弾薬です。1935年に357マグナムが登場するまで、ハンドガンとしては、最速の弾速を持つカートリッジでした。おう、そんなに速かったのか。マウザーの弾速は秒速440メートルほどです。これは、同時期に登場する9ミリパラベラムや 45ACP よりも上でした。そんなに速いのか。これは強力な弾薬だ。この 7.63 マーザーは、後のトカレフ用の弾薬のベースとなります。トカレフってのはロシアの拳銃？そうね。ロシアでは、マウザーの影響を受け、同じ口径の銃が作られたのです。トカレフと口径が同じなので、トカレフで 7.63 マーザーを撃つことができます。対戦時には、ドイツがソ連から露獲したトカレフで、マウザーの弾薬を使っていました。同じく、ソ連でもマウザーの弾薬を利用していたのです。お互いに使ってたわけか。口径が同じなら C96 でトカレフの弾も撃てたのか。それは危険ね。トカレフ弾は威力が高いので C96 で安全に撃つことはできません。なるほど。銃がぶっ壊れるか暴発しちゃうってことか。次は C96 の機能面を見ていきますが、 C96 はショートリコイルを利用したセミオート拳銃です。ブローニングが作ったコルトのハンドガンとほぼ同時期にショートリコイルを完成させています。どっちが先なのか。ほぼ同時に思えます。ただ、ブローニングのショートリコイルとは動き方が違いますね。C96 は構造もちょっと変わった銃なのです。確かに複雑でなんかよくわかんない動きをしている。他のセミオートと異なるのは動きだけではありません。装弾がクリップ方式という点ですね。ストリッパークリップか。電車みたいにレールに沿って補給するやつだね。ルガーやコルトなど、主だったセミオートはマガジン交換式です。このストリッパークリップは、マウザーがライフル用に発明したものですが、そのままハンドガンにも応用したのかもしれません。なるほど。マガジン交換式と比べると、少し操作に手間取りそうな印象です。軍用に採用されなかったのは、これが引っかかった点かもしれませんね。しかし、C96 には、ホールドオープンの機能がありました。おう、ホールドオープン。最後の一発を撃つと、ボルトが交代してロックされる機能だ。ホールドオープンを備えたセミオートとしては、これが一番最初かもしれませんね。弾倉の弾がなくなったことが簡単にわかります。装弾後、ロックされたボルトが解放され、自動的に弾薬を薬室に装填します。撃ってる映像を見る限りは、性能的に全く問題なく思えるね。そうね。あと、C96 で、マウザーが最も推した特徴があります。推しポイントですか？マウザーが推したのが、ホルスターとして使えるライフルストックです。こういうのをピストルカービンと言いますが、ストックを体に当てることで射撃が安定し、命中精度が上がります。おう、こういうやつか。ホルスターになるってことは、銃をこの中にしまえるってことなの？そういうことね。
これは一石二鳥のアイテムだ。ライフルストックにもなる、このホルスターが一番のセールスポイントだったそうです。このストックで射撃が安定するからなのか、C96 は1000メートルまで標準がついています。1000メートルって、そんな遠くを狙えるの？戦闘で拳銃を使う場合、30メートルで当たるかどうかというところですね。拳銃での長距離狙撃が非現実的であることが明らかになると、マウザーはピストルカービンを廃止します。そうなの、便利そうなんだけどな。長距離狙撃が難しい拳銃にライフルストックは必要ないだろうという判断をしました。マウザー C96 は人気のため様々なモデルが作られました。そのバージョンと戦いでの活躍を見ていきます。第一次大戦になるとドイツでは武器が足りなくなりました。当時のドイツはルガー P08 というハンドガンを正式装備としていましたが数が足りません。マウザーに発注をかけ C96 を供給することにしました。ここで C96 はドイツ軍にも使われたってことか。そうなるわね。およそ15万丁が発注されたと言います。ただ、軍はマウザーに一つ注文をつけました。それは9ミリ口径にしろという注文です。9ミリに？というのも、ドイツ陸軍では9ミリパラベラムが標準の弾薬でしたから、それを撃てる銃にして欲しかったのです。弾薬の互換性は大事だもんね。こうして、マウザー C96 の9ミリ口径バージョンが作られました。7.63 ミリ口径と間違えないように、グリップに9という赤文字を刻みました。これがマウザーレッドナインと呼ばれた9ミリパラベラムを撃てるモデルになります。レッドナインって響きがなんともかっこいいね。しかし、第一次大戦で負けてしまったドイツは、その後、武器の制限を受けることになります。ルガーや C96 は9ミリ口径を作るなという条約を結ばされることになるのです。いわゆるベルサイユ条約というやつです。なんということだ。9ミリのないルガーなんて、ピカチュウのいないポケモンみたいなものだ。でも、内緒で9ミリを作ってました。条約なんて破るためにあるようなものだ。ピカチュウゲットだぜ。しかし、外国に売る銃に関しては、さすがに9ミリを売るわけにはいきません。バレてしまったら、さらなる制裁を受けてしまいます。確かに、それは危険すぎる。ちょうどその頃、ロシアでは革命が起こり、武器が必要とされていました。マウザーは、7.63 ミリ口径の C96 をロシアへ輸出します。C96M1921 ボルシェビキマウザーと呼ばれたモデルです。ボルシェビキとは、ソ連を作った集団の名前で、後の共産党になります。ロシアの革命で C96 が活躍したのか。ボルシェビキマウザーは、通称ボルマウザーと呼ばれ、革命の戦いで広く使用されました。じゃあ、その影響で後のトカレフになったってことか。そうね。ロシアでのマウザーの影響は大きいと思います。そして C96 はロシアだけでなく他の国でも使用されました。C96 はイギリス、スペイン、中国、トルコ、メキシコなどの多くの国に輸出され多くのファンを獲得します。そんなに人気になってしまったの？そうよ。外国では軍用として使った国もありますし、正式ではなくても軍人が個人で購入することも多かったのです。なるほど、そんなに人気なのか。イギリスのチャーチルが愛用していたことで有名です。チャーチルは第二次大戦時のイギリスの首相ですね。若い頃は軍人で C96 が愛銃でした。そうなんだね。また、中国に大量に C96 が輸出されて戦いに使われています。日清戦争をきっかけに清が滅び、その後のごたごたの内戦で C96 が活躍したのです。この戦いには、フルオートバージョンの C96 も投入されました。フルオートって、マシンガンみたいなピストルってこと？そうね。セミフルの切り替えが可能なマシンピストルです。ストリッパークリップからマガジン公開方式になり、総弾数は20発。フルオートで撃つと1秒で弾倉が空になります。一瞬じゃないですか。フルオートタイプの C96 は1930年に初めて作られ、改良版が1932年に完成します。これはシュネルフォイヤー M712 と呼ばれ、10万丁近くが製造されますが、ほとんどは中国に輸出されます。戦いのあるところに武器商人の姿はあるからな。実は、マウザーのフルオートタイプが作られたのは、スペインのアストラ社というメーカーにパクられたのがきっかけです。アストラ社が、フルオートの C96 を勝手に作って、中国に売り出したのです。
それに対抗して、マウザーはシュネルフォイヤーを作って中国に売ったのです。パクられ問題は今も昔も変わらない。このシュネルフォイヤーは第二次大戦になるとドイツ軍に使用され、ライエンフォイヤー M713 と呼ばれます。ふむふむ。フルオート C96 の反動を制御するとき、ライフルストックが役立ちました。しかし、フルオートタイプの C96 は短命で、軍にはすでにサブマシンガンが配備されていました。結局はサブマシンガンにかなわず、引退となります。さすがに拳銃では弾数が少なすぎる気がする。マウザー C96 は、第二次大戦の頃には製造されなくなりました。しかし、愛好家が多く、現代ではコレクターズアイテムとなっています。多くの人に愛された銃だったんだな。武器屋のお姉さん。このように C96 は軍用の正式装備にはなりませんでしたが、世界中に輸出されて広く使われたのです。外国の情勢不安の波を上手に乗りこなしたって感じだね。それは確かにあるわね。ちょうどあちこちで大きな戦いが起こったため、武器の需要がありました。武器商人は戦いの中でしか生きられないのよ。まあでも、平和を望むなら戦いに備えねばならんからな。レッツパラベラム。武器屋にはパラベラム精神が必要です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。